新古典絵画研究所の三村実です。いつもご視聴ありがとうございます。さて、今回は15世紀の油絵作品の模写をしながら白黒で描くグリザイユの色付けの実験をしてみました。薄い絵の具を何層も重ねていくグレーズという技法で、手間もかかりますし、なかなか難しい技法です。僕も初めてやってみたのですが、さてうまくいくでしょうか。今回は動画の最後に特典パートとして同じ作品の顔の部分の肌の色についても考察しています。ぜひ最後までご覧いただければと思います。こちら新古典絵画研究所では、このような古典絵画の油絵の技法やデッサンについて、また現代の画家活動についてもいろいろと情報を発信していきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速本題に入っていこうと思います。今回模写をするのはこちらの作品です。ヤン・ファン・エイク作アルノルフィーニ夫妻の肖像画です。制作年は1434年、15世紀の作品ですね。油絵を発明したのがこのヤン・ファン・エイクだと言われています。とりあえず油絵というものが開発されて間もない頃です。まずはこちらの2色を使ってグレーズをしていきます。グレーズというのは釉薬の意味のようですね。薄い絵の具ですね。で、何層も重ねて濃い色を出していく技法です。今回は、テールベルトという色と、ローシェンナという色で、グレーズしていきます。テールベルトなんですけど、ウィンザー&ニュートンというブランドで、こちらですと透明色の、テールベルトになっています。他の日本のメーカーのテールベルトですと不透明なものもありますので、そちらだとちょっとやりにくいかもしれません。それでは塗っていきますね。はじめはですね、テレピンなどの揮発精油を多めにしています。全く完成油がないとちょっと、まずいのかなと思いまして、少しは入れてますね。だいたい8割ぐらいテレピンで2割ぐらい完成油を入れています。リンシード系とかで大丈夫だと思います。土台になっている白黒で書いてあるグリザイユですけど、こちらはですね、ランプブラックと、シルバーホワイトで書いています。だいたい書いて、1週間ぐらい乾かしてますね。しっかりね乾かさないと上のから塗る色とね混ざってしまいますので、ここはしっかり1週間ぐらい乾かしてください。こういう風に、透けるぐらいのね薄さで、水彩絵の具ぐらいの薄さでどんどん色を重ねていきます。下の層のグリザイユが透けますのでね、横にバーッととりあえず塗っていってみます。油絵の話になるんですけど、開発されたこの15世紀頃のね油絵というのはあまり厚塗りができなかったと言われています。で、厚塗りをするとしても、シルバーホワイトぐらいからでき始めるんですけど、それでもまだねこの初期の頃はあんまり厚塗りができなかったと思います。それで細かい部分なんかはテンペラ画っていうちょっと油絵とも違うんですけど、卵のね、白身とか黄身を使った卵テンペラっていうのがあるんですけど、そのテンペラ画っていうのと併用して、そちらはね早く乾くので、細密描写なんかはそのテンペラ画がその油絵の上からね書いてあったりとか、下地でももしかしたら油絵の具との下地で使ってるかもしれませんけど、そのねテンペラ画っていうのは油絵と併用できるので、そのような使い方もしてあるとは思います。ちょっとね雑に見えるかもしれませんけど、ちょっとこういう風に塗り進めていきます。はい、緑の部分ね、だいぶ全体的に塗れてきましたけど、結構ちょっとムラになっちゃってますね。もう少し完成油があった方が良かったかもしれません。はい、続いてですね、ウルトラマリンブルーで青い部分をね塗っていこうと思います。
昔はですね、ラピスラズリっていう色があったので、こういう青い部分、ちょっと今回はラピスラズリ、ウルトラマリンブルーで塗っていこうと思います。ラピスラズリのね、ブルーは、フェルメールのね、真珠の耳飾りの少女なんかでも有名ですよね。今回はこちらのね、市販の、ウルトラマリンになりますけど、昔はね、絵の具がかなり色数がね、少なくなってますので、こういうね、高価な色はこうちょっとケチってね、使ったんだと思います。今度はですね、バーントシェンナと、ローアンバーという色を混色して薄くですね、ベルトの部分塗っていこうと思います。ここがですね、もう少し赤みがあるので、クリムソンレーキも入れた方がいいかなって思いますね。後半入れてるんですけど、とりあえずここは2色でね、塗っていますね。グレーズ技法はですね、ちょっとこういうね、混色、どういう色を使うかなっていうのもね、ちょっと難しいところだとは思いますね。はい、今度はね、同じ色でですね、背景の壁のところもね、塗っていこうと思います。まだ1層目なのでね、ざっくりちょっと塗っていますね。ベールのね、影のところにもちょっと茶色っぽいような色があるので、ちょっとそちらも上からね、かけています。本来は下地の色が透けているのかもしれませんけど、今回はね、白黒で描いてしまってますのでね、上からかけていますね。ローシェンナーを加えまして、毛皮の部分も塗っていきます。影の部分はね、ちょっと濃いめですけど、明るい部分はかなり薄く塗ってますね。この部分は少し、濃いめに塗ってみました。いきなり、陰影をね、つけていくっていうのもありかもしれません。ちょっとね、濃いめにここは塗っています。ちょっとね、ムラを作ることでね、毛皮っぽさなんかも出せるかなとも思います。こちらの影の部分もちょっとワントーン濃い色で塗っています。タッチでね、毛皮っぽい感じ意識しながらね、塗ってっています。あとベールの方の影もね、もう少し茶色を追加してますね。次はですね、襟の部分ですね。こちらも塗っていきます。こちらもね、ちょっとタッチ入れてね、毛皮っぽい感じで塗っています。手の部分ですね。肌の色に関しては、後半パートでもやりますが、今はね、ローシェンナでワントーンつけている感じですね。もうちょっとですね、毛皮の陰影などを加えて、とりあえず1層目はこれぐらいにしておきます。まだね、ちょっと色が全体に薄い感じがしますね。何層ぐらい重ねていくんでしょうかね。はい、2層目に入っていきます。1層目から3日ほど乾燥させました。少しムラができてしまってますね。オイルの具合かもしれません。それではね、2層目も塗っていきます。2層目もね、同じように塗っていきます。
部分的にですね、ローシェンナーを多めにしたりとか、テールベルトを多めにしたりとかしています。まだ2層目もちょっとまんべんなく塗る感じですかね。ちょっとね、どんどん塗っていきます。少し、影の部分は濃いめに塗ってますね。あと、ひだのところのね、影も若干濃くしようとしてますね。ちょっとまだあんまりうまくいってないかもしれませんけど、まんべんなくという感じもありますね。僕もね、ちょっと今回初めてやってますので、手探りで塗っていた感じですね。毛皮のところももう少しね、陰影を加えています。溶き油のね、関係もあるかもしれませんが、乾くとテレピンがね、蒸発しちゃうと少しやっぱ薄くなる感じがしますね。ちょっと隙間が空くっていう感じですかね。背景の方もね、もう少し濃く2層目塗っています。ベルトもまだね、クリプソンレーキ入ってませんけど、ワントーンね、つけてますね。手のね、陰影のところ、ちょっと濃い色があるので、そこにちょっと濃いめの茶色系のね、ブラウン系の色で陰影をつけています。最後のね、得点パートでもまた触れますけど、肌色はですね、やっぱりちょっとグレーズだけでは厳しいと思いますね。白を混ぜてちょっと描かないとですね、ちょっとは肌色の感じになりませんね。なので、バーミリオンと、シルバーホワイトを混ぜて塗っていきます。あとでね、クリムソンレーキも入れた方が良かったかなとは思いますね。これもね、ちょっと薄めに塗っています。やっぱ厚塗りはできなかったのかなとは思うので、薄く塗っています。はい、2層目もね、こんな感じでざっと終わりますね。で、3層目に入っていきます。3層目もですね、やはり3日ほど乾燥させました。やっぱりね、ムラが多いですね。で、今回はこの完成油少し多めにしています。もうですね、50% 以上ですね。やっぱり、ね、完成油多めにした方がいいんじゃないかなっていうふうにちょっと思いますね。ただ、上から重ねるときに、弾いたりとかも出てきちゃうので、その辺ちょっと難しいですね。とりあえずちょっと今回3層目から、完成油ね、多めで塗り始めています。ここはですね、濃く塗ったところをですね、乾いた筆で、拭き取るような感じで、描いていますね。で、それで、明るい部分ですね、を表現しています。ひだのね、ところもちょっと濃いめ、特にね、濃いめにしながら塗っていきますね。それでもちょっとこう、全体になじませながらまた塗ってますね。ちょっとね、この胸の部分ね、ちょっと絵の具がはけてしまいましたね。これね、一回こうなってしまうと、乾燥してもう一回重ねないとね、いけなくなっちゃうので、これもまたやっぱ難しいですね。ここでですね、黒を、影で、投入していきます。このひだのね、影のとことか結構濃い色が入ってますのでね、
黒色でね、影の色を塗っていってます。グリザイユでもですね、黒色結構濃い色を入れたとしても、やっぱどうしてもね、グレーズで何層か重ねると、ちょっと、黒のね、濃さが減ってしまいますので、僕はですね、上からやっぱ黒を入れるべきだと思いますね。部分的にはね、薄めに塗ったりとかしてですね、微妙な陰影のね、表現をしていきます。先ほどの緑を濃くする時もあったんですけどね、ちょっと薄い黒を塗ってね、濃くするっていうのもありだと思います。こちらはまだね、乾いてないうちに今、緑を塗った後すぐにまた黒も塗ってますので、先ほど塗った緑とね、混ざり合った感じにね、今は塗ってますね。なのでこれがですね、また緑完全に乾いた上から黒を薄く塗るっていうのともまた表現が違ってくると思うのでね、またそれも表現の幅かなと思います。上の方のね、これ今ね、同じ色で、上のね、ところの影も薄くね、黒色で塗っています。これね、黒でね、影入れるなーって言ってね、怒る方もいるかもしれませんけどね、この時代は入れてると思います。またですね、肌の色を塗っていきますね。先ほど、前はですね、白とバーミリオンだったんですけど、今回ちょっと黒を入れてみます。グレーがね、透けて見えてるってよく言いますけど、それだけでもないのでね、黒を混ぜて感触を表現しますね。縁はね、ローシェンナ系の色でね、陰影もつけています。先ほど塗ったね、肌色とちょっと混色されていってると思います。はい、こちらの壁の部分をね、3層目塗っていきますね。だいぶ色ついてきてるようですけどね、やっぱ乾くと少し薄くなっちゃいますね。今回はね、完成油多めなので、だいぶこの色味で残るんじゃないかなとは思います。続けて、この、ベールの部分のね、褐色っぽい影のところもちょっとワントーン薄めでね、塗っておきます。はい、次はまたね、青いところをグレーズしていきます。結構ですね、ここちょっと濃くなりすぎたかなって気もするので、もしかしたらちょっとかなり白い色で塗っといて、で、青でですね、陰影をつけていくでも良かったのかもしれません。ちょっとグレーで陰影までつけなくても良かったかもしれませんね。はい、先ほども言ったようにですね、ベルトのところに、ここでやっとクリムソンレーキ混ぜますね。ちょっとね、やっぱ赤みが足らなかったかなと思うので、ちょっとクリムソンレーキ導入してみます。クリムソンレーキは、ないんですけど、コチニールっていうね、虫から取ったですね、レーキ、昔からありますので、この時代もこういった色はね、使ってると思いますね。ちょっと明るいところがね、濃くなりすぎちゃってるかもしれません。はい、4層目に入っていきます。今度はですね、前回から1週間乾かしました。完成油がね、やっぱ多くなってきますので、乾燥時間はちょっと長く取らないといけませんね。ただまた弾きが生じる場合もありますので、今回ね、意外に大丈夫でしたけど、もし弾きが生じるようになるようでしたら、ルツーセとかね、塗ってからっていうことになるかもしれませんね。またちょっとそれも大変なんですけど。全体的にね、こうちょっと今塗っていますね。今回はですね、4層目でね、終わりにしています。今ですね、黒やローアンバーでちょっと混ぜた色で、陰影の部分ね、最後に入れて、
ちょっと引き締めていますね。もうちょっと色を重ねてもいいかなって気もしますけど、ちょっとムラになっちゃってるのはね、濃さの問題というよりか、やっぱ塗り方の問題ですかね。ちょっともう少しね、うまくやれるようにならないと難しいですね。最後にですね、ベルトの部分のね、明るい、なんか模様みたいなところを入れてます。ちょっとね、多分ここは油絵ではなくて、テンペラで描いてあるんじゃないかなと思いますね。ベースのところがね、もう少し明るくした方が良かったかもしれませんね。はい、今回は、この4層目でね、これで終えようと思います。どうでしょうかね。ちょっとうまくいってる部分もあるんですけど、やっぱもう少しね、熟練度というかね、密度というか、そういったものをね、上げていかないとちょっといけませんね。ちょっとこんなもんで終わってしまってすいません。はい、それではですね、最後の得点パートに入っていこうと思います。今回はですね、顔のところの、肌の色ですね、どういった色で作ってたのかなということをちょっと考えていこうと思います。ちょっとね、ここグリザイルでまた起こすのちょっと大変でしたので、ちょっととりあえず、どんな色でね、この肌色っぽいのが出るのかなという感じで、まずはね、バーミリオンと白で混ぜてみますね。ちょっとね、濃くなってしまいましたので、ちょっと今ね、バーミリオンと白でね、シルバーホワイトでね、混色しています。これでも結構近い感じに、ね、こう下にね、グレーがもしつけてるとしたら、これでもいいのかもしれませんが、もう少しね、冷たい赤、ちょっとクリムソンレーキ入れてみますね。どんな感じになりますかね。どうですかね。こういった色も多分中にね、あるとは思うんですけど、どうですこうやってね、筆を置いてね、ちょっと色味見たりとかして、結構なんか近いんじゃないかなって。今これ、ネーブルスイエローね、ちょっと黄色味を足してみます。いろんなね、当時はね、そんなに絵の具の種類がありませんので、限られた色だとは思うんですけど、これ今ね、用意してるような色味はありましたのでね。こういった感じのを少し微妙にね、ところどころ入れたりとかしてやってくってるとは思うんですけど、どうでしょうかね。肌のね、色に関しては、多分グレーズだけでね、透明色のグレーズだけでやってはないと思うんですよね。薄い色、透けるぐらいの色だったかもしれませんけど、こういった白を混ぜた混色の色をやっぱり使ってるとは思います。あと、こうした不透明なね、ちょっと色を置いた後に、さらにグレーズで、赤みだとかね、ちょっとローシェンナっぽい色とかね、を入れたりとかもしているとは思います。で、最後にちょっとね、これ黒を入れてみますね。よくね、グリザイユの技法をやりますと、ちょっとグレーがね、透けてるみたいな感じで言って、それで感触をね、表現するみたいなこと言うんですけど、結構ね、多分、黒も混ぜた色を上から塗ってるってこともあると思いますのでね。なのでちょっとグレーザイユ本当にしているのかっていう人もいます。そういうことをね、おっしゃる方もいるんですけど、結構このね、目の周りの寒色っぽいとね、色もちょっとグレー混ぜれば、それこの色になりますのでね。あとね、青は混ぜてないと思います。青はね、ちょっと高級な色ですのでね、青は混ぜてないと思うんですけど、ちょっとどうですかね。あとですね、今回は白と黒でね、結構しっかりグリザイユで書いてるんですけど、ファンエイクのですね、グリザイユ的な作品として残されている作品、こちらなんですけど、これ見ていただくとですね、結構、カマイユっぽいんですよね。なので、今回の感じとちょっと違うような、もう少しね、カマイユっぽい色だったのかもしれません。ちょっとね、わかりませんけど、今回描いたほどのグリザイユではなかったかもしれませんね。
話をね、元に戻しまして、今度ローシェンナとね、ローアンバーも加えまして、陰影の部分をね、見ていこうと思いますね。顔のね、影の部分ですね。これもね、先ほどの色、黒もちょっと入ってるかもしれませんけど、これらに混ぜてね、ちょっと、この色になるかなっていうのをね、ちょっと試みてみてますね。ちょっとね、赤みもあるんじゃないかなと思うけど、だいぶこれで近づいてってるとは思いますね。徐々に。だいぶね、もう少し暗いですかね。ちょっとね、髪の毛のね、色なんかも、こんな感じの色もあるんじゃないかなとも思いますしね。だいぶ近づいてってますよね。なので、この辺りの、色味ですね。古くからある、色味ですので、この辺りをですね、使ってですね、ちょっとこの顔のね、肌色は塗られてるんじゃないかなとは思います。どうでしょうかね。それではね、今回はこれで終わろうと思います。はい、今回はですね、グリザイユの上からですね、グレーズで塗り重ねる、油絵の中でもね、かなり古い技法を挑戦してみました。いかがだったでしょうか。ちょっとうまくね、いったとも言えないかもしれませんが、少しね、参考にしていただければと思います。ぜひね、皆さんもね、試しでやってみても、ちょっと大変ですけどね、やっていただければと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画がね、気に入っていただけましたら、ぜひいいねボタンの方もお願いいたします。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。新古典絵画研究所ね、メンバーシップもやっておりますので、ぜひね、そちらの方もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。